皆様明けましてありがとうございます。みえちゃんです。馬年だから私もね、お馬ちゃんに乗ってみました。はい。皆さんもね、ご覧になったと思いますが、風さんからの年賀状。私は新年早々本当に頭が下がりましたよ。何ですかこれ。おめでとうじゃなくてありがとうですよ。もういきなり神に感謝ですね。Thank Universe for another year と。ねえ、新年を迎えたことを宇宙に感謝しましょうって言ってますね。これすごく嬉しかったんですよ。以前の動画でもね、言いましたけれども、私もお正月には神社へ行くにしても、家で祈るにしても、新年に祈ることはまず感謝なんですね。何かに当選しますようにとかね、宝くじ当たりますようにとか、ずっと願ってたんですが、そのことにある日突然嫌気がさしましてね、その時さよならしまして、それ以来長年感謝だけするようにずっとそうしてきました。お正月じゃなくてね、一年中ですけど、そうするとね、これ不思議なんですけど、何かをおねだりするよりずっと幸せな気分になるんですよ。そしてね、今回風さんがユニバースというね、言葉を使ってくれたことがとっても嬉しかったです。風とかハイヤーセルフとか、ごめんなさい、神とかね、ハイヤーセルフとか、大きな存在っていう言葉は今まで風さん使ってましたけれども、ユニバース、ね、イコール宇宙って言ったのは珍しいことですよね、ちょっと。そして私はいつもね、神っていう代わりに宇宙という呼び方を結構してるので、なんか今回風さんとシンクロしちゃってるようでとても嬉しかったんです。私はね、藤井風ファンであることはもちろんなんですけれども、それ以前に風さんと同じ探求者、愚道者として同志のような感覚を風さんに抱いてるんですね。なので今回その同志感がますます強まってきました。さらにこのメッセージで風さんが言ってることがもう嬉しくてね、今日はその風さんの年賀状に込められた重要な事柄について、そしてこのなんとも可愛らしい風さんの絵というかイラストですかね、それについても感じたことをシェアしたいと思います。例によってとんでもない迷路や脇道のドツボにはまるかもしれませんので、我慢強い気の長い方だけ最後までご覧くださいね。さて、風さんのメッセージですけれども、日本語と英語で書いてありますね。まず日本語ですけれども、今年は馬年なんですね。なのでプレマ馬を描いてみましたよ。ゾウさんと馬さんのミックスです。プレマ、市場の愛を自分の内に見つけることは思ったよりも難しいけれど、今年もトライし続けますよ。ね、次に英語ですが、In the Japanese Zodiac。Japanese Zodiac っていうのはね、干支のことです。干支は古代中国で生まれた暦、つまりカレンダーですね。This year, 2026 is Uma, horse. So I drew a prema Uma. ここで風さんはあえてホースという言葉に馬というね、日本語を書いてプレマ馬。なんか語呂合わせのようなことをしていますね。この意味は後でわかりますよ。He is basically basically っていうのはこれ要するにっていう意味ですね。A mix of a horse and an elephant。馬と象のミックスですと。I found it to be a bit harder than expected。期待してたよりちょっと難しいと分かったんだよね。To manifest prema, the highest form of love, within myself。このマニフェストっていうのはね、権限するっていう意味なんですね。現れるとかね。例えば幽霊が出たなんて感じとかね。この場合は実現するみたいな意味で風さんは言ってると思います。日本語では自分のうちに見つけることと言ってますね。つまりプレーマを自分の中にはっきりと見つけるのは思ったより難しかったと。だから、But I'll continue to strive for it this year as well と。今年も strive、これは頑張ってみるとかいう意味ですから、つまり精進しようと思っていると言ってるんですね。さてここで風さんは干支について言ってますね。今年は世の中では馬年だそうでね、日の絵馬ですね。
私ぐらいのお年頃だとね、日の絵馬っていうとね、まず迷信が思い浮かんじゃうんですね。昔から日の絵馬の女性は気性が荒いとか、亭主を食っちゃうからお嫁に行かれないとか、その年の出生率までね低くなったりして、まあとんでもない迷信があったもんだと思いますよ。それでこれまでね、どれほど辛い思いをした人がいたか知れませんが、幸い今ではね、昔ほど気にする人はいなくなってきたんじゃないでしょうかと思いたいですね。ちょっと考えればわかることなんですけれどもね、同じ年に生まれる人がみんなそうだったら大変なことになりますよね。馬年ならね、例えば私は馬年だけど足は遅くてねとかね、馬だけどね、人参大嫌いなんだよねとかね、馬年だからつい競馬やっちゃうのよとかね、ジョークで言う感じで、っていうのはね、ゆるく楽しめばいいんじゃないでしょうかね。ちなみに私、牛年でね、風さんと同じなんですよ。だけどね、一体何回り違うのか考えるとね、絶望感に襲われますからやめときますけどね。だからマイペースでのんびりねしたところがあるのかななんてね軽く思いますけど、そういえばね、干支って猫がいないですよね。犬はいるのにね。これなぜかなってご存知ですよね。神様がね、動物たちに元日の朝にね集まるように言ったんですよ。来ればね、来た順に十二支に選んでやるから、そういう栄誉をあげると言ったんです。もうそうなったら早いもん勝ちですよ。どこかのセールとかね、福袋みたいに早く来ないとなくなるよみたいな。それでみんな準備万端整えていたんですけれども、ずるいネズミがいましてね、猫にね、集合は元日じゃなくって別の日だと騙したんですよ。それで猫が行った時はもう遅すぎて、それ以来猫はネズミを恨んで追いかけるようになったとさと。はい、これもね、猫じゃなくってもっと大きくてね、威厳のある虎にしたんだろうとか、いろんな説があるんですけれどね。タツドラゴンなんてね、架空の動物も入っていてね、面白いですよね。風さんも今回ね、日の絵馬じゃなくて架空のプレマ馬、はい、象さんと馬さんのミックスの動物を作っちゃいましたね。そしてこれはプレマ馬ですと言ってるんですね。はい、日の絵馬じゃなくてプレマ馬ね。はい、この辺りね、何か日の絵馬という迷信で嫌な思いをしている人もね、いるんだろうなっていうね、ことに対しての、日の絵馬っていう代わりにプレマ馬と呼ぶことで、なんかさりげない風さんの思いやりも感じるんですね。そしてこの象さんがすごいですよね。象といえばね、ヒンズー教では幸運や繁栄の神様ガネーシャですよね。そしてガネーシャがこれ乗ってると言ったらいいのかね、踏んづけているって言ったらいいのか、ネズミの上に乗っかってるんですよ。このネズミっていうのがね、ヒンズー教では自我、エゴのね象徴らしいんです。十二支でもね嫌なやつでしたけど、ここでもそうなんですね。ネズミって言えばね、昔ハツカネズミを飼うのが流行してね、小学校の時友達が飼ってたりして結構可愛いんですよ。だからね、悪者にされてちょっとかわいそうなんですけど、日本では西洋みたいにペストが流行しなかったので、ネズミはそれほど嫌われてはこなかったんですね。童話なんかにもよく登場しますよね。そしてその自我の象徴であるネズミを踏んづけて制しているのがガネーシャ。だからいわばネズミはエゴを持った個人で、ガネーシャは宇宙そのもの、本体としての宇宙サイズの自分っていうこともできますね。つまりこの風さんが作ったプレマウマはガネーシャ、つまり象、つまり宇宙と合体した自分の象徴でもあるわけです。それはね、風さんが理想とする自分の象徴でもあるのではないでしょうか。そういう状態になるために日々精進しているけれども難しいと言っているんですね。だけれども今年もトライし続けますと。風さんだって人間である以上自我を持っていますから、やっぱりそれで迷うことがあって当然です。でも何が違うかっていうとね、エゴ、それが苦しみの原因だと気づいている人っていうことなんですよ。だからこそ今年もトライし続けるってことなんですね。自我に気づくっていうのはどんな悟った人でももう人生終わるまでのテーマなんですよ。
トライし続けるっていうのはもちろん修行的な意味もあるし、みんなと一つになって大きな宇宙の愛として生きていきたいっていう意味でもあります。プレーマ、至上の愛を自分の内に見つけることは思ったよりも難しいけれど、今年もトライし続けますよ。ここに風さんの念頭の決意が現れてるんですね。風さんは今年も宇宙としての自分として、前回の U の解説でも言わせていただきましたが、大きな宇宙サイズの自分としてこれからも生きていこうとしているのはもう明々白々なんですね。干支のネズミや動物たちみたいに我先にと名声を求めて突っ走るんじゃないんです。もう世間的な評判とか音楽賞とか紅白出演の栄誉とかグラミーとか、そんな個人としての我欲からはるか遠いところを風さんは目指しているということなんですよ。通常のミュージシャンのように世間的な評判や綺麗なねイメージを求めてる人がうんことか言いませんよね、まず。はい、それはくれるといえばね、風さんだって賞の辞退はしないでしょうし、インタビューやメディアが騒げばファンのためには喜ぶでしょうけれども、世間やファンが騒ぐほど風さん自身はね、海外での評判とかなんとか賞なんていうのはね、眼中にはないと思いますよ。逆に言うとね、名声を求めて生きるほど苦しい道はないと思うんです。今の世の中ね、何かというと人と競うことばかりですよね。常に何かのコンテストがあって、賞というものがあって、それに向かって努力する。そして名誉として褒めたたえられる。はい。音楽の世界でもそうですね。例えばグラミー賞とかミュージックアワードとか、確かに素晴らしいことだとは思いますよ。けれども、そういうものを目指していくと、必ずそこには葛藤や苦しみっていうものが生まれるのはもう必然なんですね。それを風さんは絶対に知っているはずです。どんなに有名になっても、収入が増えても、ブランド品を身につけても、自我で生きている限り苦しみます。自分を守ったり体裁を繕っている限り本当に苦しいはずです。サラリーマンの社会でもそうですよね。もうクレイジーなくらい人より頑張ろうとしますよね。これが不幸の元なんです。風さんはそこを分かってますから、分かっているので、ある意味とても幸せな人なんですね。そしてね、幸せな人っていうのは人にも幸せになってほしいものなんですよ。これを慈悲心、慈悲心と言います。はい。風さんにとって世界でね知名度が上がるのは目標ではなく、あくまでも世界は一つであり愛であるというメッセージを届けるための手段に過ぎないんですよ。自分が有名になりたいのではなくて、世界に真実を広げるのが目的。そしてその風さんの内面の穏やかさ、表面を取り繕わないあるがままが現れているのが風さんの絵なんですね。はい、今回のこの絵も可愛いですよね。決してうまいんじゃないんだけど、見てて疲れない、心がゆったりとほどけていくような心地よさ。そして先日私もしこたま買いましたけど、このバンダナとかバッグの模様とか、このウィンディちゃんの絵とかもそうですけれども、そしてね、こういうナイーブアートといいますかね、はい、心洗われる絵を見ていて、ある人を思い出したんですよ。それはね、江戸時代の前奏で仙外和尚という人がいるんですけれども、この人も実にいい絵を描くんで有名なんですよ。はい、こういう絵なんですけどね、子供が描いたみたいです。禅の教えをこういうお世辞もうまいとは言えないけれども、実にユーモラスな絵で伝えて人の心をつかむんですね。例えばこれ犬の絵ですけれども、鎖、これ紐かなにつながれた犬、これはもう自我にとらわれた私たちのことなんですけれども、実に可愛いんですよ。ハチ公のね感想でも言いましたけれども、ハチ公の場合は自分の尻尾でがんじがらめになってました。あれも風さん演じて実に可愛かったですよね。仙外和尚もこうして自我にとらわれている人間を目の敵にしないで、こうやって可愛らしい犬の形にしてね、エゴで苦しんでいても本当はみんな本来仏であって、
神であって実に可愛い存在なんだよというね、メッセージが見えてくるんですよ。そういう哀れな人間に対しての和尚の限りない慈しみ、愛を感じるんですね。だから皆さんもね、自我にとらわれている、今苦しんでいる人がいたら、そんな自分を目の敵にしないで、しょうもないエゴがあるけど本当は可愛い存在なんだとご自分をいたわってあげてくださいね。風さんの絵とともに仙外さんの絵もネットで調べるとたくさん出てきますので、よろしかったら見て癒されてください。風さんの絵も仙外さんの絵もうまく描いてやろうっていう下心がないんですね。ただ楽しく描いている。動機が子供と一緒なんです。だから人の心を打つんですね。何でもそうですけれどもね、絶対完璧にうまくやってやろうというね、自我が入ると絶対うまくいきません。全てを大きな存在に委ねて自分を守ろうとしなければ、全てのことがうまくいくんですね。はい、いかがでしたでしょうか。新年早々、またまた風さんの世界の奥の深さに惚れ直したみえちゃんでした。皆さんは年賀状を見てどう感じましたか？コメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは風さんのあるがままの魅力にあふれた世界を皆さんとシェアしております。あわよくば私たちの毎日の生活を知らないうちに楽ちんにして、風さんと一つになってフィーリンググッドにしてやろうと宇宙が企んでいる、人によってはわけのわからないチャンネルです。よし、その手に乗ったという人はどうぞチャンネル登録、グッドボタンなど押していただけると幸いです。皆様どうぞ今年もよろしくお願いします。それでは次回までさようなら。